70歳の女性が立ち腹筋でウエストマイナス6センチ達成。おめでとうございます。すごい。こうやって猫背でだらんと座るのが楽ちんで、お腹の肉がこうやってつまめてしまう。だけど僕みたいにどうしても食べちゃう人、さらには飲んじゃう人、お腹痩せ動画で1週間でマイナス8センチを記録した僕がめちゃくちゃおすすめな立ち腹筋動画作りました。ぽっこりお腹にも浮き輪肉にも効きます。僕と一緒にこの立ち腹筋で脂肪燃焼お腹痩せやっていきましょう。まずはお腹背中周りの柔軟性チェックからやっていきます。前屈していきます。膝なるべく伸ばしたままいけるとこまで前に倒れて、次ちょっと後ろに後屈もしてみましょう。これゆっくり繰り返します。呼吸を止めないようにしましょう。いけるとこまで前屈で、この時これぐらいまで曲がるな、指が、床つかないなとか、これぐらいだなって覚えててください。これ1回でかなり変化出ますので、最後にねもう1回チェックやるのを楽しみにしててください。で、後ろの後屈も同じくです。この時お腹硬いなとか、ここまでしかいかないなっていう感覚、なんとなくでいいので覚えててください。よし、 OK です。そしたらですね、手を、こんな感じで上げます。両手を。で、右肘で左膝タッチ、左肘で右膝タッチ、これをクロスでやっていきましょう。ゆっくりで大丈夫です。で、肘と膝がこうやってつかないって方はいいです。できる限り近づけてくれればそれで OK です。で、頑張れるよって人はですね、右手と左膝つけるときにちょっとこの時お腹ギュッと縮める、ギュッと縮めて猫背を作るイメージだとよりお腹に効いてきます。で、呼吸を止めないようにすることと、きつかったらねサボりサボりで OK です。左肘で右膝タッチ、呼吸だけ止めない。で、このギュッとこのつけるときにお腹腹筋使ってる感覚があれば OK です。いまいちね使ってる感覚がないって方もやってるうちにこういうことかって分かってきますので、無理せずねできる範囲でやっていきましょう。 OK です。ついてきてますか？次は、手をこう組みます。で、上に上げます。で、この状態で真上にグッと伸びます。で、これでお腹この前面伸ばしていきます。よく考えるとこんな感じ。ただこれいまいち伸びてる感覚がないって方いると思うんですが、頑張れたら手をなるべく高く上げてちょっとお腹を前に出して反らせると腹筋伸びてくると思います。ただですね、もう肩が上げると痛いって方はいいです。痛くない範囲で OK です。ちょっとこうグッとお腹張る感じです。こうするとお腹が伸びてくると思います。頑張れる人はなるべく手を高く上げる。で、呼吸を止めないようにしましょう。で、これでもう手とか肩が疲れたなと思ったら一回いいです。サボっていいです。で、もう一回上げる。ちょっと胸を張る、お腹を張る感じですね。よし、 OK です。そしたら次はですね、手を組んで後頭部当てます。で、この状態で、右肘で右膝タッチ、左肘で左膝タッチ、これ繰り返しましょう。で、このつけるときに脇腹使うんですが、そもそも肘と膝がつかないって方もいると思うんですけど、つかなくて大丈夫です。できる範囲でやっていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。で、この時ポイントはあんまりこう前でやるっていうか、なるべく真横でやりたいです。真横、前じゃなくて真横ですね。理想は真横の方がきついと思います。ただきついよって人はいいです。若干斜め前ぐらいでも OK です。で、肘と膝がつかなくても OK。できる範囲で呼吸は止めないようにしましょう。で、きつかったら最後の10秒サボったりとか、もう1種目丸々飛ばしても OK です。よし、 OK です。そしたら次はですね、また同じように手組みます。で、万歳します。これもなるべく高い位置で万歳したいんですが、肩が痛いって人はいいです。これぐらいでもいいです。このまま左右に振る、こんな感じです。脇の下、脇腹伸びる感覚があれば OK です。で、これも斜め前に倒れるっていうよりかは真横に倒れた方が効果的です。真横でも真横きついよって人はいいです。斜め前、肩が上がらないよって人はいいです。これぐらいでもいいです。脇腹、脇の下、この辺伸びてれば OK です。ちなみに最近妻がですね、近くのジムに通い出して、今週は3回行ったという報告をさっきもらったんですが、皆さんはどうでしょうか？運動できてますか？僕はちなみにこの撮影以外全く運動できてないんですが、
ぜひね、できたかできてないか、コメント欄で教えていただけたらと思います。よし、OK。そしたら次は、後頭部でもう一回手を組みます。で、この状態作って、右肘で左膝タッチ。左肘で右膝タッチ。最初のね、この種目よりちょっときついです。いきますよ。後頭部で手を組んで、右肘で左膝タッチ。左肘で右膝タッチ。で、スピード勝負じゃないんで、できる範囲で OK です。で、この時もなるべく、こう、肘と膝タッチの瞬間にお腹ギュッと力入れて、へこませると、より腹筋に効きます。右手で左膝タッチ。スピード勝負じゃないですからね。呼吸は止めない。で、きつかったら、一回手を下ろしてサボって OK です。ラスト1回いきましょう。よし、OK です。もしきつかったら丸々1種目飛ばしても OK です。そしたら次はですね、もう一回手組んで万歳します。万歳。で、このまま、左右にねじります。ねじる。さっき脇腹伸ばしたんですけど、このお腹の前面、斜め前、この辺ですね。も伸びてくると思います。で、手とか肩が疲れてきたよって人はいいです。下ろしてもいいし、ここまで上がらないよって人はいいです。これぐらいでもいいです。できる範囲で OK です。ここまで手が上がらなきゃダメとか、これだと意味がないってことはないです。皆さんができる範囲で OK です。でちなみにさっきの話で、僕はもうこの撮影以外運動、今週はしてないんですが、皆さんの中でもね、もう一回もズボラストレッチしてないとか、運動を全くしてない方がいたら、もうそれはね、僕の責任です。ズボラの皆さんが習慣ができてないのは僕の責任なので、ぜひコメント欄でね、今週できてないと教えてください。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK です。そしたら次はですね、下半身の種目いきます。まず右足からいきます。右足を上げて、この状態でキープします。この状態でキープ。で、多分これきつくてできない方いると思います。いいです。捕まってもいいです。これでもいいです。なんなら両手捕まってもいいです。で、もうこのキープがきついという人は、下ろす、上げる、下ろす、上げる。これでも OK です。できたらですね、前ももを使ってあげるっていうのは、この股関節、付け根を使ってほしいので、こう空いてる手で付け根触って、あ、ここの筋肉、あ、動いてるな、硬くなってるな、使ってるなって感覚があれば、よりいいです。頑張れる人は、もうどこも使わないで、このままキープ。で、これ、お腹に力入れて、この体幹の筋肉使ったまま、下半身の筋肉使うので、お腹痩せにも、ごめんなさい、足痩せにも効果的です。よし、OK。そしたら次、右足やったんで、次、左足いきます。こっちも上げたまま、キープなんですが、これ意外ときついと思います。そしてさっき、できなかった人、コメントしてくださいってことを言ったんですけども、できなかった人、できない、習慣ができない人向けに、先日、ダイエットスマートキャンプっていう有料のダイエット企画やらせてもらったんですよ。2500人、2600人ぐらい集まったんですけど、めちゃくちゃ好評でですね、やっぱりそれをきっかけに習慣ができた、ダイエット頑張れたって方がすごく多いので、もう一回やろうと思ってます。来年の1月、本当に年明けぐらいに募集開始しようかなと思ってます。もう基本的にズボラストレッチの皆さんなので、やっぱり普段習慣ができない、食べ過ぎちゃうって方が集まってるので、なんかもうゴリゴリのね、体育会系でみんな超意識高いとかそんな感じじゃないので、ご安心ください。で、また詳細は1月、そうですね、年末年始ぐらいにお知らせしますので、楽しみにお待ちください。で、呼吸は止めないようにしましょう。OK です。そしたら次は、両手横に広げます。こんな感じ。真横に広げます。で、この状態で、足肩幅よりちょっと広めぐらいに開いて、左右に倒す。左右に倒す。理想は倒して足にこう手が触るぐらいまでこうやって倒せるといいです。手は真横のままですよ。こうじゃないですよ。手は真横のまま体を倒す。で、これも真横がいいですね。斜め前だと全然きつくないんで、真横。真横。真横。肩とこの地面と水平ぐらいですね。呼吸を止めないようにしましょう。でさっきね、話した、前回の有料のダイエット企画、ダイエットスマートキャンプ、参加してね、よかったよ、習慣ができたよって方いたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、
年末年始募集しますので、その時にね、少しでも、やろうと、やる気になってくれる方が多かったら嬉しいです。よし、OK です。大丈夫ですか？ついてきてますか？もしきつかったら、サボりながらで OK です。次はですね、手を、こんな感じ、上げます。で、このまま、右斜め下にグッとひねる。万歳して、左斜め下にグッとひねる。こう、下ろすときに、こっち使います。下ろすときに、ここ使います。下ろした側の脇腹です。で、これもスピード競争じゃないので、なるべく手を高く上げる、斜め下に下ろす。なるべく手を高く上げる、下ろす。で、ここまで手上がらないよって人はいいです。ここまででもいいです。ここまででもいいです。できる範囲で OK です。呼吸は止めないようにしましょう。で、この時多分どうしても肩が痛い、首が痛いって方いると思うので、そういう方は痛みない範囲でいいです。万歳して、ねじる。呼吸を止めないようにしましょう。ラスト1回いきます。なるべく高く上げて、斜め下にねじる。OK です。そしたら次はですね、ラジオ体操とかでもある、こう、肩幅よりちょっと足広めに開いて、体を大きく回します。右回り、左回り、両方やっていきましょう。で、これも、早くやるっていうか、なるべく大きく、そして、前の方で回ってるから、なるべくこう、ちょっと体の後ろで回すくらいがいいですね。体の後ろで回すくらい。これぐらい後ろで回すくらい。ちょっとお腹反るぐらいがいいです。で、これもあんまり勢いよくとか大きく動かすと、肩、首、腰痛い方いると思うので、痛みない範囲で、無理ない範囲で、呼吸を止めないようにやりましょう。で、本当にきつかったら丸々1種目飛ばしてもいいし、最後の10秒、サボっても全然 OK です。目的は習慣化なので、完璧にやろうとしないで OK です。ラスト1回ひねります。よし、OK です。そしたら次の種目はですね、脇の下、脇腹、背中伸ばしていきます。右手上げます。右手上げる。で、左手はまあ、プランとしてもいいし、腰に手を当てても OK です。で、真横に倒して、右の脇の下、脇腹、伸ばしていきましょう。で、これでも十分伸びると思うんですが、指先を誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かってぐーっと伸ばすと、脇の下、脇腹伸びてくると思います。で、これ、広背筋っていう背中の筋肉を伸ばしたいので、これに関してはちょっとわざと斜め前に伸ばしたりしてみてもいいです。こうすると伸びる位置変わると思います。真横に倒したり、斜め前に倒したりとか。どの角度が正解っていうよりは、皆さんが一番、きついな、この角度伸びてるなって角度で、しっかりキープしてあげるといいと思います。頑張れる人は指先誰かに引っ張られてるイメージで、遠くに向かって伸ばす。呼吸を止めない。きつかったら、一回戻して休憩して、また上げ直しても OK です。よし、OK です。逆いきます。左手を万歳します。で、真横とか斜め前倒していきます。空いてる右手は腰に手を当ててもいいし、自由にしてて大丈夫です。脇の下、脇腹、背中、この辺まで伸びるといいですね。真横に倒してもいいし、斜め前に倒してもいいです。で、斜め前に倒すとき、ちょっとお腹へこませてわざと猫背にした方が背中伸びると思います。ちょっとお腹へこましてわざと猫背。これも誰かに指先引っ張られてるイメージで。で、どの角度が正解ってないですからね。脇の下、脇腹、背中にかけて伸びてれば OK です。人によってきつい角度、伸びる角度が全然違うと思います。こう基本的に広背筋って手を上げた時に伸びる筋肉なんで、普段皆さんここまで手を上げないと思うんで、日常生活ではずっと縮んでる筋肉ですね。OK です。ついてきてますか？サボりサボりで OK です。そしたら次はですね、背中、さっき言った広背筋を使うっていう運動をします。両手万歳します。両手万歳。で、手のひら外向けながら、肩甲骨をギュッと寄せる、下げる。限界まで万歳して、手のひら外向けながら、ゆっくり寄せる、下げる。これ繰り返していきましょう。で、これ、猫背になってると全然効かないです。ちょっと胸張って、ちょい反り腰ぐらいでちょうどいいと思います。この時に、肩甲骨がギュッと寄る。背中のこの辺使ってる感覚あるといいです。猫背になったりすると全然効かないんで、胸はしっかり張る。で、これもスピード勝負じゃないんで、限界まで高く手を上げて、ギュッと寄せる。この時、肩首痛い人は無理しないでくださいね。できる範囲で OK です。ラスト1回でいきます。限界まで万歳して、
肩甲骨ギュッて寄せる。よし OK です。そしたら最初にやった前屈後屈一緒にやっていきましょう。いけるとこまで前屈します。僕はだいぶ曲がるようになったの分かりますかね。さっきこの辺だったのが床に頑張ればギリギリ触れるぐらいになりました。そして後屈。さっき僕お腹の突っ張り感があって全然後ろ倒れなかったんですけど、かなり倒れやすくなりました。もう一回前倒れます。反動つけながらでいいですからね。できる限り膝伸ばしておきましょう。ただ膝曲がっちゃうって方はいいです。多少曲がっても。もう一回後屈。この時腰痛い人は絶対無理しないでください。でぜひね、最後までできたよとか、前屈後屈変わったよとか、この1週間何もやってなかったけど今日ズボラストレッチできたよとかコメント欄でね、記録していただけると嬉しいです。ラスト1回だけ前に倒れます。よし OK、 お疲れ様でした。素晴らしいです。ここまでいったらもう全然ズボラじゃないです。お疲れ様でした。ぜひコメントお待ちしております。